今日は INFJ の皆さんにとってもしかしたら少し胸がキュッとなるようなお話かもしれませんが、とても大切なテーマについてお話ししていきたいと思います。実は以前 INFJ が生まれる家庭環境という動画を出した時にコメント欄で本当にたくさんの反響をいただいたんですね。その中でも特に多かったのが、親から言われた一言が今でも頭から離れませんとか、今の自分の性格は子供の頃の家庭環境の影響が大きい気がしますといった幼少期の親との関係に関するコメントだったんです。そうなのだ。確かに子供の頃の環境って大人になっても影響してそうなのだ。そうなんです。そこで今日は、もし子供の頃、親からこういう言葉を繰り返し言われていたら、INFJ 的な性格になりやすいかもしれない。そんな8つの言葉について詳しくお話ししていきます。元になっているのは、海外の心理学系の研究で紹介されていた内容なんですが、それを INFJ という視点から、私なりに優しく解説していこうと思います。でも、親を悪く言うための動画じゃないのだ。その通りです。この動画は、親を一方的に責めたり、過去をほじくり返して、苦しくなってもらうためのものではありません。むしろ、自分の INFJ 的な性格には、こういう背景があったのかもしれない。と、優しく理解するための材料として受け取ってもらえたら嬉しいです。もし途中でしんどくなったら、無理せず動画を止めてもらって大丈夫ですからね。今の自分にとって無理のない範囲で、弾けるところだけ聞いてもらえればと思います。では、一つずつ見ていきましょう。まず一つ目は、外見を否定したり、からかったりするような言葉です。例えば、太りすぎよ、その髪型、みっともない、もう少しマシな顔だったらね、といった見た目に対する否定的なコメントですね。言われたら確かに傷つくのだ。そうですよね。こういう言葉を子供の頃から繰り返し聞かされていると、子供は自分の見た目には価値がないんだ、と感じやすくなってしまうんです。特に、もともと感受性が高くて内面の世界が豊かな子ほど、外側がダメなら、せめて中身だけはちゃんとしていないという方向に向かいやすいんですね。その結果、外見よりも、心、意味、本質、といったものに価値を置くようになっていきます。表面的なものではなく、人の気持ちや背景、見えない部分をすごく大事にするようになる。これって、本当に INFJ らしい感覚だと思うんです。確かに、INFJ の人って見た目より中身を重視する人が多い気がするのだ。本来なら、親はどんな見た目であっても、あなたには価値がある、と伝える存在であるはずなんですが、逆のことを言われ続けると、外側に自信を持てない分、内側を極端に発達させる、という形でバランスを取ろうとすることがあるんですね。二つ目は、子供の自然な行動をからかったり、変だと指摘したりする言葉です。例えば、なんでそんな歩き方するの？その食べ方、変だよ。なんでそんなに静かなの？もっと明るくしなさい。といったものですね。僕も考え込んでいると、何考えてるの？って聞かれることがあるのだ。子供にとって、親の言葉はほとんど、事実と同じ扱いになってしまいます。その親から、自分のごく自然な振る舞いを何度も指摘されると、自分の普通の行動には何か根本的な問題があるんだ。自分の素のままは、笑われたり直される対象なんだ、と感じやすくなってしまうんです。そうすると、人前で自然体でいることがどんどん怖くなっていきます。常に、今の自分は変じゃないか、相手からどう見えているかを先回りして考えるようになってしまうんですね。結果的に、無意識のうちに相手や場に合わせたキャラを作って振る舞うということが増えていきます。それって INFJ さんが本当の自分をなかなか出せないって悩むのと関係あるのだ。まさにそうですね。大人になった INFJ がよく話してくれる、その場に合わせた自分を演じがちという感覚と本当に重なってくるところだと思います。自分の素を出すことにどこかブレーキがかかってしまうんですね。3つ目は、存在価値そのものを揺るがすような言葉です。あなたなんか生まれなければよかった、違う子だったらよかったのに、といった、とてもきついニュアンスを含む言葉ですね。そんなこと言われたら悲しくなっちゃうのだ。ここまでストレートな表現じゃなかったとしても、あなたさえいなければもっと楽だったのに、というニュアンスを含んだ言葉を繰り返し聞かされると、子供は、自分はこの家にとって迷惑な存在なんだ。自分はここに存在してはいけないんだ。という感覚を持ちやすくなります。そういう中で何とか生き延びようとすると、多くの子供は、せめて誰かの役に立たないと、価値あることをしないと、ここにいてはいけない、と考え始めるんです。これが大人になってからの INFJ 的な、任の役に立たないと、自分に価値があると思えない、意味のあることをしていないと、不安になる、という感覚につながっていくんですね。INFJ さんがみんなのために頑張っちゃう理由の一つなのだ。そうかもしれませんね。生きていてもいい理由を、行動や奉仕で証明しようとする。それはとてもけなげで、同時に少し苦しい戦いでもあります。INFJ さんの優しさの裏に、こんな背景が隠れていることもあるんです。
4つ目は、自分が負担であるかのように感じさせる言葉です。あなたにはお金はかかりすぎる。あなたの世話をするのは本当に疲れる。あなたがいると大変なんだ。僕も親に迷惑かけちゃいけないって思っちゃうのだ。こういう言葉を聞き続けると、子供は自分の気持ちや欲求を出すと、さらに負担になる。自分が何かを望むこと自体が迷惑なんだ、と感じるようになっていきます。その結果、親を怒らせたり、疲れさせたりしないように、無意識のうちに自分の感情や問題を隠すようになります。困っていても大丈夫という癖がついたり、本当はしんどくても平気なふりをするのが上手くなってしまったりするんです。INFJ さんが頼るのが苦手なのはこれが関係してるのだ。そうですね。こうやって自分の気持ちより相手の状態を優先するというパターンが身についていくと、大人になってからも常に聞き役になったり、頼るよりも頼られる側に回ったりする、そんな INFJ らしいスタイルにつながっていくことがあります。5つ目は、他の兄弟やよその子と比べる言葉です。なんでお兄ちゃんみたいにできないの？よその子の方がよっぽど優秀よ。普通の子はそんなことで悩まない。僕は他の子と比べられると嫌な気持ちになるのだ。私もそうでした。こういう比較の言葉を重ねて聞かされると、子供は次第にどんなに頑張っても自分は十分じゃない、普通になれない自分はダメなんだと感じるようになってしまいます。特に繊細で内向的な子ほど、外側のスペックや分かりやすい成果で比較されると、じゃあ自分は内面の成熟さで勝負しよう、心の優しさや相手を理解する力で価値を出そうという方向に進みやすくなるんです。その結果、早い段階から大人びた視点で物事を見るようになったり、人の気持ちを深く理解しようとしたり、表面的な評価より心が通っているかを重視したりするといった INFJ 的な特徴が育っていきます。INFJ さんが深いつながりを求める理由の一つなのだ。本来、兄弟姉妹やよその子と比べなくても、それぞれに違った良さがあったはずなんですが、その違いが劣っているとして扱われてしまうと、ありのままの自分では愛されないという感覚のまま大人になってしまうことがあるんです。でも、この比較の言葉にはもう一つ深い影響があって、常に誰かと比較される環境で育つと、自分の価値は相対的なものなんだと学習してしまうんですね。つまり、誰かより優れていないと価値がないという感覚が根深く植え付けられてしまうんです。それってすごく疲れそうなのだ。だから INFJ の方って大人になってからも、私なんてとか他の人の方がもっとすごいからで自分を過小評価してしまうことが多いんですよね。さらに兄弟間で比較され続けた場合、その兄弟との関係性にも影響が出ることがあります。本来なら支え合えるはずの兄弟なのに、無意識に競争相手として見てしまったり、逆に私が我慢すれば家族が平和になると思って自分を犠牲にする役割を引き受けてしまったりするんです。これが INFJ が大人になってからも誰かのために自分を犠牲にするパターンを繰り返してしまう原因の一つになっていることもあります。6つ目は、能力や人格を否定するようなきつい言葉です。お前はバカだ、役立たず、負け犬、どうせお前には何もできない。それ言われたらやる気なくしちゃうのだ。私も言われたらすごく落ち込んでしまうと思います。こういうラベルを貼るような言葉を浴び続けると、自尊心が大きく傷ついてしまいます。自分を守るためにもともと内向的で想像力のある子供は、現実の世界ではあまり目立たないようにしよう、本当の自分は頭の中や紙の上にだけ出しておこうという方向に避難していくことが多いんです。外側ではあまり自己主張をせず、静かにしている。でも、内側ではずっといろいろなことを考えている。この、外の静けさ、と、内側の豊かさのギャップは、まさに INFJ らしい特徴の一つでもありますよね。INFJ さんって心の中がすごく豊かなのだ。本来、親の言葉は、あなたならできるよ、と、子供が自分を信じるための土台になるものです。でも、逆に、どうせ無理だ、と繰り返されると、自分を信じない、という癖が染みついてしまうことがあるんです。特に興味深いのは、こうした否定的な言葉を浴び続けた子供は、失敗することへの恐怖が人一倍強くなってしまうことなんです。どうせできない、と言われ続けると、やってみて失敗したら、やっぱりダメだったと、証明されてしまう、という恐れが生まれるんですね。だから、挑戦するのが怖くなっちゃうのだ。その結果、本当はやりたいことがあっても、でも失敗したら、私には無理かも、と、最初から諦めてしまうことが増えてしまいます。でも一方で、INFJ の場合は、この、現実世界での挫折が、逆に内面世界をより豊かにする方向に働くことも多いんです。外で認められないなら、せめて自分の中では、本当の自分を大切にしよう、と。だから、創作活動や日記、読書、一人で考える時間などに深く没頭するようになったり、将来への夢や理想を心の中で大切に育てるようになったりするんです。これが INFJ の理想主義的な側面の土台になっていることもあります。
7つ目は、見捨てられ不安を植え付けるような言葉です。そんなことする子は、もう知らないからね。置いていくよ。朝起きたら、もうママはいないかもしれないよ。怖いのだ。一人ぼっちになっちゃうのだ。親の側からすると、一時的な怒りや、言うことを聞かせたいがための脅し文句だったかもしれません。ただ、子供にとっては、愛してくれるはずの人が、自分から離れてしまうかもしれない、という、とても大きな不安として刻まれてしまうんです。この感覚を抱えたまま育つと、大人になってからも、本気で怒らせたら、相手はいなくなってしまう。嫌われないように振る舞わないといけない、と感じてしまい、自分の本音よりも、関係が切れないことを優先してしまうようになります。INFJ さんが争いを避けるのはこれが原因の一つなのだ。 INFJ が衝突を極端に避けたり相手に合わせすぎてしまったりする背景にはこうした見捨てられ不安が深く関係していることも多いんです。でもこの見捨てられ不安の影響は実はもっと複雑で深いんです。子供にとって親から置いていくと言われることは文字通り生きていけないことを意味するんですね。だって子供は一人では生きられないから。だからこのような脅しを受けた子供は生存のためには相手の機嫌を損ねてはいけないというとても強い学習をしてしまうんです。それってすごく怖い学習なのだ。距離を置かれたりするとまた見捨てられるかもしれないという子供の頃の恐怖が蘇ってしまうんです。だから INFJ の方って相手が少し冷たくなっただけで何か悪いことしたかな、嫌われちゃったかなってすごく不安になってしまうことが多いんですよね。さらにこの不安を解消するために過度に相手に気を使ったり自分の本音を抑えてでも相手に合わせたりしてしまう。でもそれって本当の自分を隠すことだから結果的に本当の自分を知ってもらえないという別の孤独感を生んでしまうんです。悪循環になっちゃうのだ。嫌われたくないから本音を隠す、本音を隠すから本当の自分を理解してもらえない、理解してもらえないから孤独感が増す、だからもっと嫌われない容器を使うというとても苦しいループに陥ってしまうことがあります。最後、8つ目は守られない約束です。これが終わったら遊びに連れて行くからねと言われて結局行かなかったり、今度はそこに連れて行ってあげると言われたのにそのまま忘れられてしまったり、僕も約束破られると悲しいのだ。親にも事情はありますし、忙しさや余裕のなさから悪気なく約束を守れないこともあると思います。ただ子供の側からすると期待しても無駄かもしれない、人の言葉はそのまま信じない方が安全だという学習が起きてしまうんです。特に INFJ は人の言葉や約束をすごく大事にするタイプなので、小さい頃に期待を裏切られる経験が積み重なると自分は絶対に約束を破らない人間になろうとか、逆にそもそもあまり期待しないようにしようとか、極端な方向に触れやすくなってしまいます。その結果信頼関係を築くのに時間がかかったり、一度信じた相手が約束を破ると関係が一気に冷めてしまったりする、こういった INFJ にありがちな特徴として現れてくることがあるんです。 INFJ さんって約束をすごく大事にするイメージがあるのだ。でもこの約束を大事にする背景には実はとても複雑な感情が隠れていることが多いんです。まず子供の頃に約束を破られ続けると、約束ってこんなに簡単に破られるものなんだと学習してしまいます。でも同時に約束が破られるのはこんなに悲しいことなんだということも身をもって体験するんですね。だから他の人には自分が味わったような悲しい思いをさせたくないという気持ちから異常なまでに約束を守ろうとするようになるんです。これは INFJ の持つ深い共感力の表れでもあります。優しい気持ちから来てるのだ。でも一方で期待しても裏切られるという経験を重ねると最初から期待値を下げて生きるようになってしまうこともあります。どうせ約束は守られないだろう、人の言葉は当てにならないと心のどこかで思ってしまう。でもそれって人間関係においてとても寂しいことですよね。さらに興味深いのは約束を破られ続けた経験がある INFJ の方は本当に大切な約束とそうでもない約束を無意識に区別するようになることです。どういうことなのだ。例えば今度映画を見に行こうという約束は破られてもまあよくあることだと受け流せるけれど、あなたのことを大切に思ってるとか困った時は必ず助けるといった感情に関わる約束が破られるととても深く傷ついてしまうんです。だから INFJ の方って表面的な約束ごとには比較的寛容だけれど、心の部分に関わる約束や言葉については人一倍敏感で、一度裏切られると立ち直るのに時間がかかることが多いんです。ここまで聞いてきて、もしかしたら心がちょっと重くなっている方もいるかもしれませんね。過去の記憶が蘇って、あ、これ私のことかも、と感じながら聞いてくださっていた方も多いと思います。確かに少し重い内容だったのだ。でもここからどうすればいいのだ。過去は変えられないのだ。そうなんですよね。
過去の出来事そのものを変えることはできませんし、親を今から理想の親に作り変えることもできません。でも、今の自分の感じ方や、これからの生き方については、少しずつ方向を変えていくことができるんです。ここからは、じゃあ今、大人になった INFJ として、どうやって自分を回復させていくか、というテーマで、3つの視点からお話ししていきたいと思います。これは正解とか義務ではなくて、こういう見方もあるかもしれない、という提案として、気楽に聞いてもらえたら嬉しいです。そして何より大切なのは、すぐに変わらなきゃいけない、完璧に回復しなきゃいけない、と思わないことです。長い時間をかけて身についた感覚や習慣は、ゆっくりと優しく向き合っていくことが大切なんです。まず一つ目は、親の声と自分の声を切り分けてみることです。例えば、ふとした時に、どうせ自分なんて、私には無理だよね、こんなことで落ち込むなんて、弱すぎる、といった厳しい言葉が頭の中に流れる瞬間ってありませんか？その時に、ちょっとだけ立ち止まってみてほしいんです。その言葉って、本当に、今のあなた自身が心の底から思っていることなのか、それとも、子供の頃に親や周りの大人から言われた言葉が、そのまま、自分の声のふりをして再生されているだけなのか、ここを一度疑ってみてほしいんですね。確かに、無意識に親から言われたことを自分で自分に言ってるかもしれないのだ。昔の先生の声が蘇ることもあるのだ。実は、これは心理学では内在化された親の声と呼ばれることもあるんです。INFJ の方って人の言葉や雰囲気をすごく深く取り込んでしまうところがあるので、親の口癖や表現がそのまま自分の内なるモノローグになっていることが本当に多いんですよね。もし心と時間に少し余裕がある時でいいので、紙やスマホのメモにこんな風に書き出してみてください。親からよく言われていた言葉、それを聞いた時の子供の自分の気持ち、今の自分が本音ではどう感じているか、例えば兄弟と比べられてばかりだった、もっとちゃんとしなさいと言われ続けた、みたいなことを書いてみて、あの時は本当は悲しかったな、とか、今の私から見ると、あれは言い過ぎだったよな、とか、今の視点で一緒に眺め直してあげるイメージです。昔は自分が悪いんだとしか思えなかったことも、大人の目線で見ると、それ子供にはきつすぎないって思えることがあるのだ。その大人の自分の目線で当時の自分を見直してあげるのがすごく大事で、そこでこれは親の価値観であって自分の本心ではないな、あの時傷ついたのは私が繊細だったからじゃなくて言い方がきつすぎたからだなと気づけると、少しずつ親の声と自分の声が分離していきます。さらにその声が聞こえてきた時の状況も観察してみてください。疲れている時、ストレスが溜まっている時、人と比較してしまった時など、特定の状況で強く聞こえてくることが多いんです。そのパターンに気づくことで、今は疲れているからいつもの親の声が出てきているなと少し距離を置いてみることができるようになります。2つ目は、今の人間関係の中で安心して本音を出せる場を少しずつ増やしていくことです。この動画を見ている方は、すでに社会人として独立して生活している方が多いと思います。親との距離感もそれぞれだと思いますが、もう毎日顔を合わせているわけではない方がほとんどかなと思います。そうなると、これから本当に大事になってくるのは、どんな親だったかよりも、今、自分の周りにどんな人間関係を作っていくかの方なんですよね。でも、人に本音を出すのって、やっぱりちょっと怖いのだ。それは本当にそうだと思います。特に INFJ の方は過去の経験から本音を出すと否定される、素の自分は受け入れてもらえないという学習をしていることも多いので、なおさら慎重になりますよね。だからこそ信頼できる人を一人見つけて全部さらけ出しましょうみたいな極端なことをする必要は全くありません。そうではなくて、この人にならいつもより少しだけ本音を出しても大丈夫かもしれないと思える相手を一人か二人でいいので意識してみることから始めてみてほしいんです。それは職場の同僚かもしれないし、昔からの友人かもしれないし、パートナーかもしれない、あるいはオンラインのコミュニティやカウンセラーのような専門家の場合もあると思います。具体的にはどんなことを話したりすればいいのだ？いきなり子供の頃のトラウマを全部語るとかじゃなくて大丈夫です。例えば、実は初対面の人と話すときすごく緊張するんですよねとか、本当は一人の時間がないときつくなっちゃうタイプでとか、こう見えて結構気にしいなんですとか、そんなことって思うくらいの小さな本音からでいいんです。普段だったら飲み込んでしまうような一言を勇気を出して表に出してみる。でもここで重要なのは相手を選ぶことなんです。INFJ の方って誰にでも心を開こうとしてしまいがちですが、まずはこの人は信頼できそうだな、この人は否定的な反応をしなさそうだなという人から始めることが大切です。安全な人から始めるのが大事なのだ。そして小さな本音を出してみて、相手が受け入れてくれたり共感してくれたりしたら、
本当の自分を出しても大丈夫なんだ、という安心感は少しずつ育っていきます。この過程は、まるで筋トレのようなものです。最初は小さな重りから始めて、徐々に重いものを持てるようになっていく。本音を出すことも、最初は小さなことから始めて、徐々に深い部分も安心して出せるようになっていくんです。本当の自分を出しても、受け入れてもらえる、という経験が増えていくことで、過去に刷り込まれた、ありのままの自分はダメなんだ、という感覚が少しずつ上書きされていきます。そして、この練習をしていく中で、私って本当はこういうことを感じていたんだ、こういうことが好きだったんだ、と、自分自身のことをより深く知ることができるようにもなります。最後に、とても大事な視点としてお伝えしたいのは、今の INFJ 的な性格や生き方は、決して弱さや欠陥ではないということです。むしろ、子供の頃の環境の中で、どうすればここで生き残れるか、どうすればこれ以上傷つかずに済むか、どうすれば周りの人を困らせずにいられるか、子供なりに必死で考えた結果として、あなたが選び抜いてきた最善の生き方のスタイルなんだと思うんです。生きるために頑張った結果なのだ。そう、それなんです。例えば、人の顔色を伺ってしまう、自分の気持ちより相手を優先してしまう、争いを避けてしまう、といった INFJ あるあるの行動も、もともとは、そうしないと危なかった、そうしないと、家の中がもっと大変になってしまっていた、という状況の中で身についた、大事なサバイバルスキルだった可能性が高いんですよね。本音を言えない、ということも、本音を言うと怒られたり、否定されたりするから、安全のために隠しておこう、という、とても賢い判断だったんです。完璧主義になってしまうことも、完璧でないと愛されない、失敗したら見捨てられる、という環境の中で自分を守るために身につけた戦略だったんです。全部、自分を守るためだったのだ。辛い経験が優しさになったのだ。だからこそ、まずは、よくここまで生きてきたな。この性格だからこそ、守れたものもあったな。この特性があったからこそ、今の私があるんだな。と、自分のこれまでの選択や、今の自分自身を一度芯からねぎらってあげてほしいなと思います。そして、あの環境の中で、よくこんなに優しい人間に育ったな。あの状況で、よくこんなに他人を思いやれる心を保てたな。と、自分の強さを認めてあげてください。実際、INFJ の方って困難な環境を経験したからこそ、他の人の痛みがよくわかる、とても深い共感力を持っているんです。表面的な関係ではなく、本当に意味のあるつながりを求める力も持っています。その上で、ここから先はもう少し悪な選び方をしてもいいかもしれない。自分を犠牲にしすぎない形で、人のためになってもいいのかもしれない。もう、自分を隠さなくても大丈夫なのかもしれない。そんな風に、少しずつこれからの自分の生き方や人間関係の選び方を変えていければ、それだけでも十分すぎるくらい、あなたの人生は豊かになっていくはずです。今までの自分を否定するんじゃなくて、これからの自分にちょっと優しい選び方を足していく感じなのだ。過去を全部リセットして、全く別人になる必要なんてないんです。今までのあなたのまま、その上に少しだけ自分を大切にする選択肢を重ねていく。それだけでも、数年後、10年後の心の状態はかなり変わってくるはずです。これは、今まで使っていた古い地図を新しい地図に変えていく作業のようなものです。古い地図は確かにあなたを今まで安全に導いてくれました。でも、今のあなたにはもっと自由で、もっと自分らしい道を歩ける新しい地図が必要かもしれません。そして、この新しい道を歩む時も焦る必要はありません。今までの習慣や考え方を変えるのには時間がかかります。今日から完全に変わろうと思わずに、今日はいつもより少しだけ自分に優しくしてみよう。今日は小さな本音を一つだけ伝えてみよう。そのくらいの小さな変化から始めれば十分なんです。そして何より、あの時の自分は本当によく頑張っていたと認めてあげること。それが INFJ としての回復のすごく大切な一歩になると私は思っています。もし今日のお話の中で、これ言われてたな、これ、まさに自分のパターンかもしれない、と感じるところがあっても、それはあなたが弱かったからでも、間違っていたからでもありません。むしろ、その環境の中で、周りを傷つけないようにしながら、なんとか自分も壊れないようにしながら、精一杯選び取ってきた結果が、今の INFJ らしい優しさや、深い洞察力なんだと私は思います。コメント欄で、みんなの体験談も聞いてみたいのだ。もしよければ、コメント欄で教えてください。子供の頃、親からよく言われていた言葉、それが今の自分の性格や INFJ らしさにどう繋がっていると感じるか、同じような経験をしているかもしれない人への一言メッセージ。あなたの言葉が、誰かの自分を責めないきっかけになるかもしれません。この動画が自分のルーツを責めるためではなく、こういう理由があって、今の自分があるんだな、と、少し自分に優しくなれるきっかけになれば嬉しいです。今日の動画が少しでも皆さんの役に立ったら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますなのだ。お疲れ様です。また次の動画でお会いしましょう。